これは誰も見たことのない城の姿。天下人豊臣秀吉が築いた史上空前の規模を誇る大阪城です。当時の築城技術の粋を集めて作られた城はただ単なる防御施設としてだけではなく、その絢爛豪華な姿は見る者を圧倒し、天下人秀吉の威信を示したのです。しかしその栄華はわずか30年で歴史の彼方へと消え去りました。長年の研究により少しずつですがその姿を現しつつあります。1598年の秀吉最晩年の大阪城に降り立ってみましょう。第1章、本丸と天守。物語は天正11年1583年に始まります。織田信長亡き後、天下統一への道を突き進む豊臣秀吉は新たな時代の幕開けを告げる拠点としてこの大阪の地に空前の巨大城郭を築き始めました。その中核こそわずか2年で完成した本丸です。本丸は西側に大きな堀が入り込み、堀の西側の米倉地区と東側の表御殿地区、詰の丸地区、山里地区に分かれていました。南の大手口は桜門です。桜門をくぐり北に進むとその奥に米倉地区があります。ここには城の兵糧を支える巨大な米蔵が並んでいました。東に向かい2つ並んだ門のうち右側の唐門をくぐると豊臣政権の公的な対面の場、表御殿が姿を現します。これら書院造りの壮麗な御殿群は安土城をも凌駕するまさに時代の頂点を示す建築でした。壮麗な御対面所は秀吉の権威を諸大名に示す格好の舞台装置として機能したことでしょう。床の間には秀吉愛用の甲冑一ノ谷馬綸後ろ盾付き兜を置いてみました。表御殿を過ぎてさらに北に向かうと巨大な土橋の奥にさらに高くそびえる詰の丸が見えてきます。詰の丸の石垣は当時の技術では一度に高く積むことができず、下の段、中の段、そして詰の丸本体と3段構成で構築されています。この石垣こそが豊臣大阪城を象徴する姿と言えるでしょう。詰の丸石垣のうち黒金門東のこの部分の石垣が2025年4月にオープンした豊臣石垣館で公開されている石垣です。表御殿が公の空間なら詰の丸は秀吉の私的空間です。御広間や御対面所ではより親密な会見が、奥には秀吉夫妻の居間である御殿や台所、歓談の場までが揃っていました。そしてその北東隅にそびえ立つのが黒漆と黄金に彩られた壮麗な天守、高さおよそ39メートル。上町台地の最高所から天下を見下ろすこの巨塔は秀吉の絶大な権力を何よりも雄弁に物語るシンボルでした。天守最上階から自らが築いた城と町を見渡す秀吉。一代でここまで上り詰めた男にこの光景はどう映ったのでしょうか。本丸の北には山里地区がありました。山里地区は山里曲輪、芦田曲輪の2つの曲輪から構成されています。山里地区への入り口は北に面した極楽橋です。それでは極楽橋を渡り芦田曲輪に入っていきましょう。芦田曲輪は山里曲輪に通じる曲輪で、北側に船入りがあり、ここから船で堀を渡れるようになっていました。山里曲輪は茶の湯や花見を楽しむ空間ですが、この場所には静かな地泉庭園が広がり、秀吉もまたこの庭を眺めながら思索にふけったことでしょう。井戸曲輪は有事の際に東下の段帯曲輪からの脱出ルートとして機能しました。第2章、二の丸。本丸の完成後も城はさらに拡張されます。1586年頃から本格的に普請が始まり、1588年に完成しました。しかし
二の丸に関する資料は乏しく、その多くは未だ謎に包まれています。ここでは後年の資料になりますが、東、南、西側に大名屋敷、本丸南側に桜馬場、北側に米蔵を配置しています。大手門は現在と同じ場所だと考えられています。ここでは一の門のない枡形門として再現しました。そして秀吉は当時、二の丸の完成をもって大阪城は完成したと考えていたようです。第3章、総構え。天下人となった秀吉は1594年、壮大な総構えの普請を開始します。北は淀川、大和川、東は猫間川の自然の河川を天然の堀とし、西は新たに開削された東横堀川を、陸続きとなる南側には幅20メートル、深さ10メートルを超える巨大な空堀を掘削しました。総面積は実に400万平方メートル。城の中枢に近い南側には大名屋敷を、そしてその南側と上町台地の西側の低地には町屋を配置してみました。総構えの城の東側の台地下に広大な水田地帯を設けました。この築造当初、総構えの防御はこの長大な土塁と深い堀によって担われていたのです。その圧倒的な規模と高低差こそが最大の防御でした。第4章、馬出し来るは。1598年から1600年にかけて築かれた玉造口、大手口、京橋口の3つの馬出し来るは、それは総構えよりも新しい豊臣期大阪城の最終進化系でした。大手口の馬出し来るは調査によって土塁で構築され、障子堀を持つことが判明しました。障子堀は一部は水が溜まっていたことが判明しています。兵士たちは身動き一つままならなかったことでしょう。この馬出し来るは毛利家文書に出てくる上野殿丸と呼ばれる来の可能性が指摘されています。一方、こちらは玉造口の馬出し来るは3つの馬出しの中で最も広大な面積を誇ります。堀底は障子堀を持たず、土塁ではなく石垣で構築されていました。そして3つ目の京橋口、地形の制約から東西に細長い形状で、発掘調査では石垣が検出されています。これら三者三様の馬出し来るの完成により、豊臣大阪城は真の完成を迎えました。第5章、城下町。秀吉は城の周囲に平野、船場、天満の3つの城下町を築きます。当時城の南には日本最古の寺院の一つ、四天王寺とその門前町がありました。秀吉はこの歴史ある地盤を生かし、大阪城と四天王寺を結ぶ南北の道沿いに新たな城下町、平野町を建設します。フロイスの記録によれば、早くから食料品やあらゆる商品が豊富に揃う活気あふれる町であったとされます。秀吉は東横堀川を開削した際の土砂で西側の湿地を埋め立てました。これが船場です。この地は後に西日本商品流通の中核となり、大阪の町が西へ拡張していく端緒となります。城の西側を東西に走る高麗橋通り一帯は平野城下町とともに秀吉が初期に整備した城下町で、遥か東にそびえる大阪城天守を望むことができるビスタラインとして設計されました。最後に訪れるのは城の北側、天満です。もともと菅原道真を祀る天満宮の門前町として栄えたこの地に、秀吉は当時大阪を退去していた本願寺をこの天満に誘致、これを核として新たな城下町を建設しました。こうして平野、船場、天満という個性豊かな3つの町が形成され、大阪は日本有数の巨大都市へと変貌を遂げます。エピローグ、夢の後。しかし黄金の夢は長くは続きませんでした。1614年、大阪冬の陣。視界を埋め尽くすのは
地平線の彼方まで陣を敷いた徳川20万の大軍勢。しかし数多くの旗差し物が波のように揺れ、陣中の煙が空を覆う絶望的な光景を前にしても、押し寄せる徳川の精鋭たちがどれほど猛攻を加えようとも、真田丸をはじめとする強固な出城と総構の連携は寄せ手をことごとく跳ね返し、その防御力がいかに鉄壁であったかを天下に知らしめたのです。しかし徳川方の放った砲弾が大阪城の天守や爪の丸御殿に着弾すると、情勢が一気に動き出します。和睦の条件として突きつけられたのは、あの鉄壁を誇った総構の解体でした。わずか3日で二の丸、馬田市廓の堀までもが埋め立てられたと言われます。豊臣の夢を守り続けた巨大な翼は戦わずしてその機能を奪われ、居城は丸裸の姿を晒しました。翌1615年、大阪夏の陣、防御の要を失った豊臣軍はもはや押し寄せる時代の濁流を止めることはできませんでした。5月7日夕刻、大阪城は炎に包まれます。秀吉が一代で築き上げ、黄金の輝きを放った夢の跡はこうして歴史の表舞台から永遠に消え去ったのです。けれど物語は終わりません。1959年の豊臣記大阪城の石垣発見以来、爪の丸石垣の発見等の考古学的成果や文献資料の発見など多方面にわたる研究により、わずかずつですがかつてこの地で栄華を極め、そして儚く散った秀吉、淀殿、秀頼らの生きた証が400年の深い眠りから覚め、世界最強と呼ばれた黄金の城の記憶とともに今再び私たちの前によみがえろうとしています。